失礼する。ナイトメア副団長クリスティーナ・モーガンである。このサレンディア救護員の拠点で彼が暮らしているというタレコミがあった。彼に会いたいんだが取り次いでくれるか。って誰もいないのか。不用心だな。悪者が忍び込んでも知らんぞ。おーい、誰かいないのか。火を放っていぶし出してやろうか。ん？おお、また会ったな。顔が見られて嬉しいよ。いかにも寝起きという顔だな。もう昼過ぎだぞ。規則正しい生活をしろ。年を取ってから後悔するよ。ともあれ、ちょっとお前と話がしたいんだがいいか。ああ、そう身構えるな。暴れるつもりはないよ。この救護員はサレンのお嬢ちゃんが経営してるんだろう。あれの機嫌を損ねると面倒なことになる。迷惑はかけないから、まあ歓迎してくれ。お前は約束した通り無罪放免だしな。昨日のことは王宮にも報告していないし、部下にもお前のことは他言無用にしろと命じてある。前科がつくこともない。難癖をつけて絡むつもりはないから安心しろ。つまり私は普通に客人だ。茶の一杯ぐらい出してほしい。うん、ありがとう。安いお茶っ葉を使っているな。サレンのお嬢ちゃんは相変わらずのようだ。もっとゴージャスにも生きられるだろうに。石品洗うがごとし。ん？ああ、あの子とは仕事の関係でご縁があってな。でもまあ今はサレンのお嬢ちゃんのことはどうでもいい。私とお前の話をしに来た。座れ。楽にしろ。茶を飲み干すまでには終わる簡潔な話さ。うん、よしよし、従順だな。では話すぞ。さすがに微妙に言いづらいんだがなあ、お前私と結婚しろ。ああ、きょとんとしているな。まあ仕方ない。出会ったばかりで結婚というのは早すぎる。そういえばお前は記憶喪失だったな。結婚ってわかるか？夫婦、つまり愛し合う家族になり永遠に添い遂げるという誓約を交わすんだよ。ちなみに記憶喪失のお前に黙って話を進めるのは公平ではないし、騙してしまうようで気が咎めるから説明するが、我が国の法律では結婚相手は一人しか選べない。結婚は人生における最も大きな制約の一つであると言えるだろう。その相手に私を選んでほしいと頼みに来た。釈然としない顔をしているな。私だって不本意だよ。出会ったばかりの男にやすやすと己の人生を委ねるほど尻軽ではない。だが事情がある。私の一族には1年に1つずつ神の前で月首を立てるという習わしがある。この月首を破ることは最大の禁忌とされ、違反者は一族総出で追い回され捕獲されて処刑される。バカバカしいと思うだろう。私も同感だよ。だが古い家柄にはこういう伝統がつきものでな。うちの団長もそのためにあんな武骨な鎧姿で生きているんだ。ともあれ、私が愛らしい少女だった頃うっかり立てた月首がある。私の胸に触った男と結婚するというものだ。私はなかなかいい家柄でね。第二次成長を終えたあたりからひっきりなしに求婚話が舞い込むようになったのだけど、これも古い家ではよくある政略結婚さ。だが私は若かったし、まだまだ優雅な独り身を楽しみたかった。なのに何度も何度もバカどもが群がってきて煩わしくなってね。先ほど言った月首を立てて求婚者どもに言ってやったよ。私と結婚したいなら胸を触ってみろ
とね。当時から私は最強無敵の女だったから、当然必死に追ってくる男どもを蹴散らしたよ。小綺麗なお坊ちゃんたちが胸を触ろうと必死になってるのが滑稽でね。ゲラゲラ笑えたのだけど、やがて私があまりにも難攻不落なので挑戦者もいなくなって、すっかりその月種については忘れていた。だがそれを昨日帰宅してから思い出したんだよ。お前は偶然の事故のようなものだが、私の胸に触った。倒れ込んできたのを私が抱き留めただけだがね。接触は接触だ。月種に従い、私はお前と結婚しなくてはならない。分かったな。何か文句でもあるか？よくはない。言っただろ、不本意だと。だが月種は一族にとっても私にとっても絶対だ。何もかも不確かな世の中で、それすらも絶対性を失えば私には寄って立つものがなくなる。それはうまく言えないし、らしくないけれど怖いんだ。我が一族は必ず月種を守ると広く公言もしている。私が破れば信用問題になる。それは避けたいんだ。これまで家族には迷惑をかけてきたしな。まあいい。とにかく私は月種を絶対に守る。お前にその気がなくても是が非でも結婚してもらう。だが私は無理やりも好きではあるが、できるだけお前の意向も汲みたい。結婚相手として私に不足があるなら何でも気軽に言え。できるだけ改善していく。まあ年の差が気になるみたいなことを言われたら困ってしまうけどな。私は今年で27歳。お前はまだ多分10代の子供だろう。普通は結婚相手としては考えられないかもしれない。ただまあさすがの私も年齢を変化させることはできないからな。そんなのは魔法でも無理だ。この身に刻まれた年輪は消せない。しかし何の気休めにもならないが、親子ほど年齢が離れた夫婦も貴族には珍しくはない。一族のため、その繁栄のために適齢期になればさっさと嫁がされる。それが嫌で思春期特有の反発心から絶対に破れないと思って立てた月種だったんだけどな。まあいい。突然で驚いただろうし、お前にも頭の整理をする時間をやろう。長くは待てないけどな。今日のところは一旦帰ることにするよ。明日からお前と結婚するためにありとあらゆる手段を講じるから、そのつもりでいろ。私は絶対に手は抜かん。必ず結婚してもらうから覚悟しておけ。我ながらなんてロマンに欠けたプロポーズだろう。